して急ぐ君の目に焼き付いて離れない。終わりなく続く歌、想いさえ超えてゆく。君の前に映るように胸の奥開けたまま。残り2分。何かが引っかかる。ただしシミュレーションといっても実戦と同じ条件でなければ。実戦と同じ条件とは常に不測の事態が発生することを前提としている。なら定められたリミットとはその確実性を保証されないブラフに過ぎない。我々は檻の中で監視されているモルモットなのだ。13人、剣6人。上にも剣2お前たち殺気を消すのは見事だが、実のとこ腕は大したことねえぜ。これならば念を繰り出すまでもねえ。なるほどな、そういうことか。分かったぜ。奴らを止めろ。3秒待つ。1、2。オーケー、分かったよ。やはり念、殴った感じで分かったぜ。人型のオーラの塊だってことは。だがしかしそいつの念とは見抜けずだ。なぜ分かった？常に人のそばにいてうまくカムフラージュしていたが、上から観察しているとよくわかる。お前だけが攻撃を受けていないことがな。違和感に気づいたきっかけは2階から現れた攻撃者だ。奴らは私がシャンデリアに飛び移った後もお粗末なことに開会は行かず、届かぬ私に向かって剣を振り続けた。おそらくこう命じられたのだろう。一番近い敵を攻撃しろ。単純な命令しか与えられず、その攻撃技術も未熟。しかし人間大のオーラの塊を11体も遠隔操作で動かすパワーを持つ能力者。それは十中八九放出系に属する念能力者。駆使するオーラの大きさから考えて操作可能な限界距離は数メートル。つまり能力者はこの部屋の中にいることになる。正解だ。俺はシャッチモーノトチーノ。俺も一応ハンターだ。館の主人に雇われている。いわば君たちの先輩だ。分かったらこいつをどけてくれねえか？悪く思わないでくれ。俺もボスに命令されてやったんだ。殺すつもりで試せってな。こんなに早くバレるとは思わなかったぜ。君たち4人の力なら館から脱出できるだろう。頑張りな。もう一人ここに混ざってやがんのか。か乱のつもりで言ったのだろうが失言だったな。私が他に潜入者がいるかどうかを調べよう。いたな。
お前がもう一人の潜入者だ。バカか。何を根拠に言ってるんだ。ただ鎖が揺れただけじゃないか。ダウジングってやつよ。だからそれがどうしたんだ。何の証拠にもならんぞ。おそらく当たってるわ。あなた指さされた時心臓がものすごい音で鳴ったもの。もし濡れ衣ならじわじわと心臓の音が早く大きくなるのよ。誤解による不安と興奮でね。でもあなた初めが一番大きくてどんどん音色が静かに落ち着いていった。典型的な嘘つきの旋律なのよ。それとあなたのさっきの言葉は本当ね。心音に後ろめたさがみじんも感じられなかったから。決まりだな。残った5人のうち2人もがお前と言ってる。待て。ありえないことじゃないだろう。本当は5人のうちに潜入者がもう2人いるのかもしれないだろう。念能力者なら鎖を自在に動かせて当然だし、心音だってみんなに聞こえたわけじゃない。こいつら2人が潜入者で口裏を合わせてるんじゃねえのか。潜入者かどうかはわからないけど、顔見知りだってことは間違いないわね、その2人。残念だったな。これで形勢逆転だ。悪事をしろ潜入者め。この人とは偶然汽車の中で出会ったに過ぎない。屋敷へのアクセス方法と汽車の本数から考えて、その確率はそれほど低いものではないだろう。それにもし私たちが潜入者ならば、顔見知りであることを知られるような間抜けな真似はしないはずだ。しかし嫌疑をかけられた者同士の中では、事実を論理的に実証することはまず不可能だ。しょうがねえ。俺が結論出してやる。俺様が殴った者は皆燃える。廃か。クソったれ。萌えがいまいちダ作だぜ。ちなみにこいつは俳句というもので、俺の祖国が誇る文学だ。俺が読み記した句は実現する。説明終わり。ここからが本番だ。我が問いに空ごと人が焼かれ死ぬ。嘘つきは灼熱地獄に落ちるわよって読み替えてもよし。問うぜ。あんたは潜入者か。違う。違うわよ。違うわ。あんたは潜入者か。そうだ。さて残るは一人。心して答えた方が身のためだ。お前は潜入者か。さあ返答。答えはイエスだ。お見事。ご褒美に教えてやろう。俺はスクワラ、正式なライセンスは持っていないが、捜査系に属する能力を持っている。そしてすでにある命令を命じてある。何にどんな命令をしたの？それを教えたら採用試験にならない。俺もプロだ。それだけは拷問されても言わない。ん？インスタントラバー。私も捜査系の能力者。私に唇を奪われたものを私の下僕に変える。ほら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 。もっとお踏みくださいませ。いいざまね。親が見たら泣くわよ。ほらほら、これは見ものね。記録しとかなきゃ。なんで恥ずかしい格好かしら。撮ってるわよ。ほらほら、もっと足開いて。さあ、どんな念を込めたか言ってごらん。言わなきゃ踏むのをやめるわよ。言いますやめないで。私めは癒しいいですか。なんておっかね能力だ。危ないところだった。館の中には私が念を込めた様々な犬が放たれており、例えばマルチーズがなるなるしく近づいて油断すると、横からセントバーナードがブルドッグと共に襲いかかり、今すぐ念を解きますので、癒しい私めを犬としてお使いくださいまし。
おーいおーい、こっちこっち。さすが即日配達。ありがとう、本当にありがとね。悪いゴン、代金お前持ちな。これがジョイステか。これってもう3世代前のタイプなんだけどな。未だに売れてるってすげえよな。隠れだけ芸がいっぱいあるかららしいけど、ふーん。本当はここにソフトを入れるんだけど、ここを空のままにしてロムカードを差し込んでパワーを入れるとロムカードの中身がわかるんだ。どんなゲームがいくつ入っているかもわかる。なるほど。さあ、鬼が出るかジャが出るか。あ、入ってるゲームは一つだけだ。一つ。あ、でもすげえ容量だぜ。一つのゲームで30ブロック全部使い切ってる。ふーん。無駄かもしれねえけど、一応データをコピーしとくぜ。グリードアイランドをコピーします。これグリードアイランドっていうゲームなんだ。ねえ、知ってる？いいよ。でもこれでゲーム名も分かったからトイランドで取り寄せることができるぜ。グリードアイランド即日配達希望っと。しばらくお待ちくださいワン。該当件数は0件ですワン。あれ？条件に合う店がないってことだな。即日配達は諦めてっと。とりあえず売ってる店全部リストアップするか。該当件数は0件ですワン。何？どうなってんのかな？トイランドに登録している店には一つも在庫がない。つまり売り切れ。このゲーム自体市場に出回ってないのかも。そんなことあるの？つまり個人が作ったゲームさ。もともと売り物じゃないとかなんかの理由で発売禁止になってるとかな。なんかすごそうなゲームだね。このゲームをたどっていくとその先にジンがいるのか。なんだか面白くなってきたな。ゲーム年間で調べてみっか。そこなら今まで出た市販ゲームが全部載ってるからな。あった。あれ？ちゃんと正規のルートで販売されたゲームソフトだ。ハンター専用？ハンティングゲーム？価格は58億。なんちゅうデタラメな値段だ。しかも販売個数100個だと。それって少ないの？すっげえ少ねえよ。絶対なめてる。でもこれで合点がいく。こりゃ売り切れるはずだ。制作元に在庫とかないのかな？ほら、不良品として返品されたものとか。ま、可能性は低いと思うが問い合わせてみるか。グリードアイランドですか？少々お待ちください。そちらはもう絶版となっておりまして再生産の予定はございません。開発は子会社が行ったものですが、すでにその会社はなくなっておりまして。ダメだ。中古市場にも出回ってねえや。持ってる人を探し出して譲ってもらうしかないね。正当な手段で行くと電脳ネットのオークションサイトに告知して売ってくれるやつが名乗り出るのを待つのがセオリーなんだけど。だけどお金はどうするの？闘技場の金2人合わせても8億ちょっと。あと50億か。とも限らないぜ。え？個人の取引となると売り手のいいね次第だから、市場価格より高い金を要求されるなんてザラだもん。倍は覚悟しといた方がいい。100億ちゃんと。ま、ダメ元で告知だけしておこうよ。ああ、まあアクセスなんて来ねえと思うけど、グリードアイランド求む値段を相談と。
あっという間に1万人も名乗り出てきたぜ。どういうこと？だって100個しかないゲームなんでしょ？そうか、こいつら金目当てで偽物を売りつけようとしているんだ。なんたって58億もするゲームだからな。でもさ、中には本物を持ってる人がいるかも。無駄無駄、1万人相手に一つ一つ交渉なんてしてられねえよ。第一本物か偽物かも俺たちじゃ判断つかねえし、お手上げだな。お手上げか。悔しいな。キルは？あいつならグリードアイランド持ってるかも。ねえ、誰がグリードアイランド持ってるの？頼むのすんげえ嫌だけどしょうがないよ。あ、ゴト、俺キルは。元気元気。でさ、ちょっと豚くん呼び出して。嘘つけよ、あいつが外出するわけねえじゃん。10秒以内に電話に出ねえとてめえのフィギュアぶち壊すって伝えてよ。なんだよ、忙しいのに。もう言っとくけど、俺の人形に指一本触れたら殺すぞ。冗談だよ兄貴、怒んないでよ、怖いな。実はさ兄貴、グリードアイランド？ああ知ってる。お前の口からそんなレアゲーの名前が出るとは思わなかったな。持ってる？いや持ってない。欲しかったけどさ、発売当時俺5歳だぜ。金なかったし。当時100本限定の商品に申し込みが2万件以上あったらしいぜ。58億ジェニーの現金一括販売のみにもかかわらずだぜ。俺も方々手を打って探したんだけど、持ち主さえ特定できなかった。いろんな意味で伝説のゲームだよ。無理やめとけよ。俺でさえ諦めたんだから。へえ、兄貴が手も足も出ないで降参してんのか。それは昔の話だよ。今は心当たりくらいあるさ。ただ労力と金を考えるとそこまでして欲しいゲームでもないってことだよ。その心当たりっての教えてよ。ただじゃやだね。グリードアイランドのメモリーデータと交換ってのどう？ちょっとしたコネでさ、ロムカードだけ手に入れたんだよ。兄貴ならさ、このデータ解析してソフト自体再生できんじゃないの？その話本当なんだろうな。取引で嘘つくほど毒ボケしてねえよ。わかった。心当たりは2つある。ちょっと待った、携帯じゃやばいだろ。安心しろよ。同調したってそいつがどうこうできるレベルじゃない。一つはハンター専用のサイト。情報量の多さと信頼度はネットでも最高峰だ。ここでなら通常サイトじゃ考えられない貴重なお宝が行き交ってるらしい。一番可能性が高いところだろう。ただし入るにはハンターライセンスとアドレスがいる。アドレスはロムカードが届き次第教えてやるよ。ああ、それでいい。もう一つは？ヨークシンのオークションって知ってるか？ああ。今年のオークションにそのゲームが数本あるいは数十本流れるって噂。どうやらある人物が大量に抱え込んでたって話でさ。こっちはガセネタの可能性も大きいぜ。オッケー、わかった。ロムカードはいつもの方法で送る。悪い、話の流れでカードのコピーと交換ってことにしちゃった。別にいいよ。その貸し2つの有力情報をゲット。まず1つ、ハンター専用のサイトがあるって。あ、そっか、ライセンスを使うんだね。バカ、ここでやる気か？自宅のパソコンを使ったら住所がバレバレになるだろ。ハンターライセンス狙いの小悪党がゾロゾロ島に集まっちまうぞ。一気ね。こういうのは公共のパソコンを使ってやるんだよ。ホテルとかサテンとかの。何にしてもアドレスがわかるまでサイトにアクセスできないけどな。で、もう一つは？今度のヨークシンのオークションだ。兄貴はガセかもって言ってたけど、グリードアイランドが何本か競りにかけられるっていう噂があるって。本当？
どうもある人物が大量に抱え込んでるらしいってさ。もしかしてその人物がジン？ああ、そうかもな。もっともどっちにしろグリードアイランドを手に入れるためには莫大な金が必要だ。ジン・フリークス、ヨークシンシティ、オークション、キルア。ああ、こりゃ行くしかないな。ヨークシンへ。その後グリードアイランドは全く市場に姿を現さず、電脳ネット上でさまざまな情報だけが飛び交う幻のゲームとなる。富豪バッテラ氏によってゲームソフトとクリアデータ入りのロムカードのセットに500億ジェニーという超高額懸賞がかけられたが、名乗り出る者は一人も現れていない。なおこの懸賞は現在も有効である。面白い。俺が伝説に終止符を打ってやる。いよいよヨークシンへ出発。その前に次回「ハンターハンター」キルは一攫千金ハンターサイト。さあアクセスアクセス。探し夢中になってチワワ行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はギュッてしたい。短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かりあっという間に Wanna stay